あの、リスナーのあなた、本日の情報源の深掘りへようこそ。はい、よろしくお願いします。あなたが今、通勤電車に揺れられているのか、キッチンで家事をしているのか、あるいは単に今世界でとんでもないことが起きているらしいという知的好奇心からこの音声を開いたのかはわかりません。ええ。ただ、今日だけは少し手を止めて耳をそば立てていただきたいんです。というのも本日、2026年3月1日、私たちは文字通り世界地図の輪郭が、そして歴史の教科書が根本から書き換えられる決定的な瞬間を目撃しているからなんですよ。いや、本当に、これは決した大げさな表現ではありません。数十年にわたって、中東の、いや、世界の地政学の前提となっていた巨大な柱が、たった今、根本からへし折られたわけですからね。そうなんです。今日私たちが深掘りしていくテーマは、米・イスラエル共同作戦によるイラン最高指導者アリ・ハーメネイ氏の暗殺です。はい。これ、単なる海外ニュースのヘッドラインとして消費していい話題ではないんですよね。今日、私たちの手元には日経新聞や時事通信、あとはブルームバーグ、ニューヨークタイムズといった国際メディア、さらには笹川平和財団やアジア経済研究所といった専門的なシンクタンクのレポートなど、膨大な情報の束があります。かなりの量ですね。今日のミッションは、これら点在する情報を結びつけて、今世界で一体何が起きているのか、その全貌と本質を解き明かすことです。そうですね。溢れ返る速報の波から一歩引いて、なぜこれが起きたのか、そしてこれから何が起きるのかという構造を読み解くことが今日の私たちの役割ですね。まさにその通りです。ただ、いくら歴史的な転換点だと言われても、リスナーのあなたの中には、中東の遠い国の話が自分の日常にどう関係するのって感じる方もいると思うんです。確かに、日本からは物理的に遠いですからね。はい。なので結論から言いましょう。ものすごく直接的にあなたの明日の生活を直撃します。経済の血液とも言える原油の流れを見れば、その理由は一目瞭然ですよね。そうなんです。日本が輸入している原油の約9割は、イランの玄関口であるホルムズ海峡を通ってやってきます。そして日経新聞の今朝のデータを見ると、今回の事件を受けて日本の海運大手3社がすでにこの海峡での航行を完全に停止したんですよ。タンカーの動きがピタリと止まったということですね。エネルギーの巨大な動脈が人為的に切断されたことを意味しますから、これが長引けば影響は計り知れません。つまり、あなたが明日車に入れるガソリンの値段、スーパーに並ぶ食品の価格、毎月の電気代、それらすべてが跳ね上がる可能性に直結する、まさにあなたの生活の危機なんです。はい。日本政府の動きも異例の緊迫感を見せていまして、高市首相は昨夜深夜に NSC 国家安全保障会議を緊急開催して、中東全域にいる日本人の退避準備にすでに着手しています。政府の動きもかなり早いですね。だからこそ、ここで少し大局的な視点を持つことが重要になってきます。大局的な視点ですか？ここで興味深いのは、今回の出来事が単に一人の国家指導者が排除されたという点の出来事ではないということです。なるほど。これは1979年のイラン・イスラム革命以来、実に37年間続いた強固な体制そのものの完全なる崩壊を意図した極めて緻密に計算された複合的な作戦なんです。決して突発的な思いつきではなく、過去数ヶ月間水面下で張り巡らされてきた長い伏線の上にあるという事実が重要です。さて、ではその伏線を紐解いていきましょう。今の状況を正しく理解するためには、9ヶ月前、2025年6月13日に起きた12日間戦争にまで遡る必要がありますね。はい。あの時はイスラエルがほぼ単独で動いた作戦でした。目標はフォルド、ナタンズ、イッスバハンというイランの3つの主要な各施設に限定されていましたね。そうですね。でもその後の米国防情報機関や笹川平和財団の精密な分析などからある厳しい評価が浮き彫りになりましたよね。あの攻撃がイランの核兵器取得をわずか数ヶ月遅らせただけに過ぎなかったという事実です。根本的な解決には全くなっていなかった。いわば絆創膏を貼っただけの作戦だったわけですよね。しかもイラン側はその後、ただ待ってダメージを受け入れていたわけではなくて、はい。IAC 国際原子力機関との査察協力を事実上制限する法律まで可決しました。これによってなぜ今回のより大規模な作戦が必要になったのかという理由が見えてきますよね。その通りです。外から見えなくなった密室で核開発がさらに加速する恐怖が国際社会の焦りを生みました。ただ同時に
イランは内側の圧力によっても極限状態にあったことを見落としてはいけません。確かに、ウィキペディアなどのまとめ情報によれば、2025年12月からイラン全土で、1979年の革命以来最大規模とも言われる反政府デモが勃発しています。学生や労働者、女性、そして少数民族までが参加して、今年中に打倒するという強烈なスローガンまであったんですよね。ええ。長年の制裁で国家財政は首が回らず、生活すら困窮する中で、主導部は莫大な予算を軍地や代理勢力に注ぎ込み続けた。イラン政府はまさに内憂外患の局面にありました。外からは核の疑惑で首を絞められ、内からは民衆の怒りが爆発している。そこで迎えたのが今年2月のオマーン仲介での交換協議でした。はい。イラン側が高濃縮ウランの希釈による制裁解除を提案しましたが、合意には至りませんでした。そして2月28日、トランプ大統領が SNS であらゆる機会を拒絶したと宣言して攻撃を開始したわけです。そういう経緯ですね。ここでリスナーのあなたに一つ非常に重要なことをお伝えしておかなければなりません。はい、とても大事なことですね。私たちは今日保守派からリベラル派まで様々な情報源を扱っていますが、いかなる政治的立場も支持していません。提供された情報源に基づく客観的な事実の報告であることをここで明確に宣言しておきます。どちらの型を持つわけでもなく、ただ起きていることをお伝えします。そうですね。実際トランプ大統領の決断に対する世界中の反応を見ると見事に真っ二つに割れていますからね。はい。例えば保守系評論家のタッカー・カールソン氏は今回の攻撃を完全に邪悪だと非難しています。一方で議会民主党は議会承認なき作戦だとして追及を強めています。国際社会の反応も同様です。中国とロシアは直ちに国連憲章第2条4項武力不行使の原則を掲げて即時停止を要求しましたし、現在国連安保理の緊急会合が開かれていますね。一切の偏りなく見ても世界中が揺れています。さて、ここからが本当に面白いところなんです。と言いますと、今回の攻撃は単なる軍事作戦ではなくて、体制転換を狙った3つの柱で構成されているんです。3つの柱ですね。はい。まず柱の1つ目、指導部の物理的排除と情報作戦、いわゆる斬首作戦です。時事通信が報じた内容びっくりですよね。側近との会議を狙って攻撃したと。ええ。しかもイラン側が時間を変更したにもかかわらず察知されて攻撃されたという事実です。これは恐ろしい情報網ですよ。内部情報の漏洩があったとしか思えないですよね。アジア経済研究所の町下氏の分析では、2025年6月の作戦同様、今回も革命防衛隊の航空宇宙軍と情報機構を最初に叩いて、反撃能力と監視網を完全に崩壊させたと解説されています。相手の目と耳を潰してから中枢をついたわけですね。実際に革命防衛隊のパクプール司令官や軍のムサビ参謀総長ら7名以上の幹部が殺害されています。ブルームバーグは2003年のイラク作戦以来の規模の戦力配備だと報じています。時事通信の分析では、2025年の対ベネズエラ作戦でのトランプ氏の自信がここにつながっているのではないかとも。国家の脳と神経システムを物理的に切断する、これが第一の柱の冷徹な事実ですね。続いて第2の柱、イラン国民への8期の呼びかけ、つまり内外の同時攻勢です。トランプ氏は公開された動画の中で、政府を掌握せよ、武器を捨てれば完全な面積を与えると直接語りかけています。これは一国のトップによるあからさまな民衆扇動です。直接的な実効性を持たせている背景には、アメリカ国内にいる50万人規模のイラン人コミュニティの存在があります。なるほど。それに、今年の1月にデモ参加者を鼓舞してトランプ氏に支持を要請したレザー・パーレビー元皇太子の存在も大きいです。産経新聞では彼が後継候補の一人とも報道されていますね。外からの圧倒的な軍事力と内からの民衆の8期。ただ、時事通信が伝える現地の様子は複雑ですよね。体制支持者が街頭で号泣する一方で歓声も上がっていると。イラン国内の引き裂かれた現実がさまさましく現れていますね。そしてこの混乱の中で実行されたのが第3の柱、核開発の物理的かつ永続的な破壊です。最も恐れられていた部分ですね。はい。笹川平和財団の分析にあった前回無事だった約400キロの 60% 濃縮ウラン、これを根絶するために米中央軍が防空システムやミサイル発射装置など約500の標的を航空機で一斉攻撃しました。放射能の影響について IAEA は現時点で影響なしという暫定評価を出しており、2日に特別会合を開くとしていますが、
危機的状況です。アジア経済研究の分析によれば、施設だけでなく、各科学者への攻撃もセットで行われたとのことです。施設と人材の同時破壊、作戦の冷酷さとスケールの大きさが浮き彫りになりますね。軍の指揮系統を断ち、民衆を蜂起させ、核開発の根源を断つ、三位一体の極めて高度な作戦です。つまりこれはどういうことなのでしょうか。トップがいなくなり、国中が混乱しているハーメネイ師なきのイランはこれからどうなるんでしょう。ニューヨークタイムズの報道が非常に興味深いです。ハーメネイ氏は自身の死を予期していて、最大4人の後継候補を指名し、ラリジャニ事務局長らに周到に指示を出していたと報じています。次男のモジタバ氏、56歳の名前も挙がっていますよね。ペゼシキアン大統領とラリジャニ事務局長は生存しており、すでに報復を誓っています。毎日新聞の分析のように、即時体制崩壊は見通せないという見方がある一方で、はい。ブルームバーグのように、誰が後継者になるか、ほぼ全く見通しが立っていないという見解もあります。見方が完全に分かれているんです。すでに報復の動きは始まっていますよね。革命防衛隊が中東6カ国の米軍基地などにミサイルを発射して、イスラエルと UAE でそれぞれ1名の死者が出ています。さらに OPEC プラスは市場の混乱を抑えるため、4月に20万バレルの増産を急遽発表しました。世界中がリアルタイムで消しに走っています。情報源を総合すると、37年続いた強固な体制のトップの死と、軍事、民衆扇動、核破壊の同時に進める未曾有の複合作戦が起きている。そしてこれがホルムズ海峡のタンカー7針弦など、リスナーのあなたの生活と密接に結びついていることがよくわかります。これを対極的な視点に結びつけると、イランが民主化に向かうのか、内戦の混乱に沈むのか、あるいはさらに強硬な反米核放路線へ加速するのか、中東が歴史的な分岐点にあることは間違いありません。そこで最後に、今日この深掘りにお付き合いいただいたあなたに、情報源の内容から一歩踏み込んだ新しい視点の問いを投げかけたいと思います。何でしょうか。指導部を排除する斬首作戦が成功したとしても、もしイランという巨大な国家システム自体が生き残り、その統制能力だけが細分化してしまったらどうなるでしょうか。権力の中央集権が崩れてしまう状態ですね。その通りです。最先端のミサイルや核物質、そして中東全域の代理勢力を動かす発射ボタンは、明日から一体誰が握るのか。中央集権が崩れた後の無数の小さな権力こそが最大の脅威になるのかもしれません。コントロールを失った多数の派閥が最新兵器を手にする、非常に恐ろしいシナリオです。リスナーのあなたはこの歴史的な転換点から何を読み取りましたか？今回の深掘りがあなたの知識欲を満たし、この複雑な世界を理解するためのショートカットになったなら嬉しいです。それではまた次回の情報源の深掘りでお会いしましょう。